皆さんこんにちは。ケーズジャパニーズのお時間です。本日の企画、日本語学習者が最初に勉強すべき50音から始まる日本語のフレーズ、や行編。はい、ということで、今回このシリーズのや行編ということで、やゆよから始まる日本語のフレーズを紹介していきたいと思います。でね、日本語50音って言いつつ、これ気づいてる人もいるかもしれないんですけど、現代では基本的には46音、赤さたな、はまらやはっていうね、や行、か行ってあると思うんですけど、や行と和行はないものがあるんで、最後、んがつくんで、要は、やゆよの間、やいゆえよっていえみたいなのが本来あったんですけど、今あんま使われてないと。和行のわいうえおのいうえも今は使われてないので、そこでまず5音抜け落ちて、で、んが入ってくるんで、最後。んが。和音、んって。が入ってくるんで、そこでプラス1して、50から5音抜けて、1音入ってきて46音。今は、だいたいその46音が使われているということです。なので、や行は、やゆよしかありません。ちょっと多分、あ行か何かの動画で多分46音しか使われてないよ、みたいな写真を、画像をね、差し込んでると思うんですけど、もしよかったらそこを振り返ってみてください。はい、それではやっていきましょう。やったやった許して、許して、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、今回3つです。やった。やったねとかね。やったとか。簡単に使う。簡単詞というかね。でもあり。やったねっていう、その、共感を呼ぶ、共感してほしい時とかに使ったりもできると。意味としては、何かをやり遂げた時に、やったってこう、喜ぶような。そういう喜びを表すような言葉とか、やったあれっていうその、アカンプリッシュとかいうか、フィニッシュというか、ディリットっていうかね、何か動作を完了したかどうかっていう時に、とか作業を完了したかっていう時に、あれやったとかって聞く時もあります。やるっていう、do っていう意味でもあると。はい。そういう意味です。ということで、続いて、許して。はい。これは、意味としては、許可を得るとか、謝るとかね。ごめんなさいと同じ同義です。許してっていう。何かを、過ちを犯してしまって、他人に迷惑をかけた時とかに許してって、謝ったりする時とかに使いますね。あとは、何かしらの許可を得るときですよね。撮影許してくれないかなとかって、あんま言わないんですけど、撮影してもいいですかって言いますけど、その場合はね。何かをしてしまったとき、ごめんなさい、許してっていうときにセットで使うような言葉かなと思います。続いて、もうこれはみんな知ってるかな。よろしくお願いします。よろしくとか。これは nice to meet you と一緒です。なんで、もう本当に初級も初級、一番最初に覚えてほしいぐらいの。こんにちは、ありがとう、よろしく。もうこれ、まず3つですよね。最初に覚えるべき日本語。これも、よろしくお願いしますは意味としては、nice to meet you とか、お願いするときですよね。何かをしてほしいときに、よろしくお願いしますとか。あとは普通に挨拶として、今日はよろしくお願いしますっていう風に使ったりしますね。何かを頼んだり依頼するときのよろしくお願いします。朝、授業前とかのよろしくお願いします。挨拶としての。そういった使い方です。ぜひ、使えるようになってください。はい。ということで、や行3つ今回紹介しました。や行は、冒頭に説明したんですけど、3つしかない、いの列とえの列がないので、今はあまり使われてない音ということで。
紹介しましたけれども、ぜひ3つともよく使えるようなものだと思いますので、覚えて明日からでも使うようになってください。それではこのシリーズいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でバイバイ。